はい、こんにちは、梅野です。本日は街の中でスナップ写真を撮っていこうと思います。はい、ここ撮っていきます。下を向くとこの塀っていうのかな、ところから草が生えてまして、でここに木漏れ日が立っています。で僕がND フィルター持ってないので、こういう晴れた日はこの開放の 1.8 っていうのを、使いにくいというか、だいたい露出オーバーしてしまうんですけれども、ここは日陰になっていますので F 値 1.8 を使って下背景がボケた感じ、こっち側に光が当たっていますけども、そこをぼかすことで柔らかい光になってくれて、この手前のこの何でもないこの草とかをちょっとドラマティックな感じに演出してくれると思うので、ここ撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。ここは背景のボケを使っていきたいので F 値は 1.8 に設定しました。この場合でシャッタースピードが1600分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でここも明暗さをしっかりと出したいので露出はマイナス 2.3 マルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真はこんな感じになります。ピントの位置は左側の草の葉っぱにピント合わせて撮っています。 F 値 1.8 を使ったことで背景は結構近い位置にあるんですけれども、ぐっとボケてくれて、手前の緑の葉っぱが手前にぐっとあるような立体感を生んでくれているかと思います。で露出をマイナス 2.3 まで下げましたので、ハイライトの部分結構光が強いんですけれども、適正露出に取れまして、F 値 1.8 で背景がボケていますので、一番光が強い光に反射したハイライトの部分は柔らかい光に変わってくれて、手前のこの何でもない緑の草、これをちょっとドラマティックに見せてくれるような柔らかい背景になってくれたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきたいと思います。今多分見えないと思うんですけど、あそこに高知城が見えてまして、で、通路がバーンと続いてきてますので、この城下町感が出てますので、ここ撮っていきます。で青空を結構メインに入れてもいいんですけど、それやとこの建物の中に高知城が埋もれてしまいますので、この城下町感が出ないので、反対に道路をメインにして青空の面積を小さくしてあげると、青空の中に高知城があるっていうのが分かるので、アングルとしては地面メインのアングルで撮っていきます。はい、カメラ設定していきます。 F 値は 6.3 に絞りまして、まず画面全体にピントが合うように設定してみました。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、左上にある高知城にピント合わせで撮っています。F 値は 6.3 に絞って撮っていますので、それでも手前の方までしっかりとピントが合っているんじゃないかなと思います。で青空をメインに撮るんじゃなくて、この地面をメインにアングルを変えましたので、ごちゃごちゃしている中でもここにある高知城が、青空の中に高知城があるのが分かるんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。ここに花壇があって、でこっちから光が当たってますので、こっちの地面は上の木とかで影になっています。で、逆光ほどではないんですけど、サイド光と間かなみたいな感じで、ちょっと葉っぱとかが透けて綺麗なので撮っていくんですけれども、こっちをメインで撮ってしまうとお花だけじゃなくて、この余計な、普通の草とか木とかも入ってしまうので、綺麗なとこだけをちょっと画面の上の方に配置して、であとはこの影で覆ってあげることで、自然とこの色がいっぱいあるとこに目が行くと思うので、去年とかに使ってた8分の2構図やったかな、撮りたいものを画面の端っこだけに置く構図で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも画面全体にピント合わせたいので F 値は10に設定しています。
シャッタースピードは160分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。光が当たっているところの露出がちょっときついかなと思ったのと、影をはっきりと出したかったので露出値はマイナス 0.7 に設定してハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真はこんな感じになります。ピントの位置は左上のお花のところにピント合わせて撮っています。F 値10まで絞って撮ったことで手前の影の部分から奥の花壇のところまで全体にピントがあった写真になっているかと思います。で、画面のほとんどをこの右側の、影が落ちた地面にしたことで、自然と左上の綺麗なお花の方に目が行くんじゃないかなと思います。で、背景が、今回みたいに、お花があるんですけれども、普通の雑草とか、ただの木とかがあってお花が目立ちにくい時はこの地面とか、この地面は茶色一色ですので、自然と綺麗な緑とかオレンジとかの方に目が行くと思いますので、画面の一部分だけに撮りたいものを収めて、他はちょっと全く別の色の地面とかで画面の大部分を覆ってあげると目線誘導させることができると思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。ここのお店の2階に窓際に瓶が飾られてまして、で今の窓ガラスにここの街路樹が反射してて綺麗なので、ここを切り取って撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。F 値は8に設定して全体的にピントが合うような設定していきます。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出はマイナス2に設定して、窓際のちょっと明暗さを出して立体感というかそういうのを狙っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置は、窓際のこの瓶のところにピントを合わせて撮っています。F 値は8に設定したことで画面全体にしっかりとピントが合っているんじゃないかなと思います。で、露出を下げて撮りましたので、窓際に映っているこの瓶のところもハイライトとシャドウの部分がしっかりできて立体感というか質感を結構表現できてるんじゃないかなと思います。で、窓際にこの瓶があるだけでも綺麗かなと思うんですけれども、窓のガラスに背景にある街路樹が入ってくれてますのでリフレクションも綺麗かなと思います。はい、本日は、街の方にスナップ撮影に来ておりました。使っているレンズが焦点距離で 75mm のレンズしかありませんので、ちょっとバリエーションは乏しかったかと思うんですけれども、角度とかね、被写体いろいろ変えて撮ってみましたので参考になれればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。風にそよいだ名も知ら